皆さんおはようございます。ガミです。僕は今北千住駅に来てるんですが、今回この動画は東武動物公園駅の配線を見てきたということでやっていきたいと思います。配線といっても配る方か廃れる方かっていうことなんですけど、なんか東武動物公園にはそれどちらとも面白いポイントがあるということなんですよね。配線図も面白いし、駅近くになんか配線もあるということなので、今回はその2つをちょっと見ていきたいと思います。まずは北千住から東武動物公園まで東武線で移動しましょう。北千住駅のホームに来ました。僕ね、一応三軒茶屋に住んでいるので、この直通で来る急行南栗橋行きの列車というのはね、よく乗るんですよね。なので、東武線オリジナルの車両にせっかくだったら乗りたいなということで、この9時13分発の区間急行南栗橋行き、これ8両だから確実に地下鉄直通車じゃないので、これに乗っていきたいと思います。来ましたね。これ1番30系ですね。そう、これに乗りたかったんですよ。急行南栗橋行き発車いたします。後ろのドアにご注意ください。ドア閉まります。この電車は区間急行南栗橋行きです。次は西新井に止まります。区間急行で約40分東武動物公園駅に着きました。ここの配線、廃れる方じゃない配る方ですね、それが面白いということなので、まずそっちを見ていきたいと思います。その前にまず東武動物公園駅ってどんな駅なのか説明していきたいと思います。東武動物公園駅というのはこの東武日光線と東武伊勢崎線の分岐駅ということなんですね。東武スカイツリーラインっていう愛称がついてますが、そのスカイツリーラインというのはこの東武動物公園までで、そこから先は日光線と伊勢崎線ということですね。なのでこのスカイツリーラインのラインカラーは青なんですが、ここから先はそれぞれの色になっているというわけですね。でこんな感じで路線図見てみると、こっちが日光線でこっちが伊勢崎線ということです。でそのね、分かれる東武動物公園の下り方が配線が結構ややこしいということなので、下り側に行きたいと思います。はい、東武動物公園駅の下り側に来ています。今これ7番型の回送列車が発車したということで、この下り型の配線がとにかく面白いというわけなんですね。じゃあどうやって転線するか。でもこの車両は転線はしないのかな。この車両は転線はしないんですね。直進するというわけです。ただどういう配線になっているかちょっと見ていきたいと思います。応援を飛ばすと分かるかな。ご覧ください。こんな感じで結構ぐちゃぐちゃになっているということなんですね。先ほど説明した通り、東武動物公園から先というのは、伊勢崎線と日光線の2つの路線に分かれるということになっているので、こんな感じでぐちゃぐちゃになっているというわけです。続いて上りの2、3番線ホームに来ました。ちょうど今来た列車が日比谷線直通の中目黒行き列車ということですね。これすごいな、ホームのど真ん中といいますか、ホームに0キロポストがぶっ刺さってるんですね。伊勢崎線と日光線が分かれる駅ということで、この0キロポストは日光線の0キロポストになっています。東武動物公園、面白いのがひっきりなしにいろんな電車が来るポイントですね。今度はこれは半蔵門線直通の中央林間行きの列車が来たということです。でここでちょっとね、一つ疑問に思うところがあると思うんですけど、それ何かというと、この東武動物公園駅って2、3、4、5番線があるということで、これ1番線はないんですよね。この駅のこの形状を見てみると2345って書いてあって、見事に1だけ省略されているというわけで、じゃあ1番線ってどうなっているかについて解説していきたいと思います。今2番線から上りの急行列車が発車したんですけど、1番線っていうのはじゃあ存在しないのかって言ったらそういうわけではないんですよね。この2番線のすぐ左隣に線路があるわけなんですが、これが1番線ということなんですね。
東部の書類上だと一応この1番線というのはあることにはなってるんですが、もちろんこれホームはないので旅客上だと1番線はないことになっています。ですが昔この東武動物公園駅というのはこっち側にもホームがあったということで、昔は1番線というのは旅客用でも存在していたということらしいですね。区間急行南栗橋行きということで、この東武動物公園の廃線がどうなっているのか図を元に説明していきたいと思います。はい、こんな感じになっているということなんですね。これ特筆するべきはこれ3番線と4番線の先にあるのが留置線になっているということなので、この今発車する4番線からの列車というのはこれ3回転線して日光線の方に入るということなんですね。なのでじゃあ転線する様子を撮影していきたいと思います。今8500系が止まっているのが留置線なんですが、そこを避けて日光線に入るというわけです。日光線というのがここですね。この先が日光線です。これは分かります。転線して2回転線してますね。でそこからまた転線するから3回転線してるのかな。これグネグネなってるのがお分かりいただけると思いますが、いやこれすごいですね。おお、なかなか大迫力。再び下り線のホームに移ってきました。でこの4番線から発車する日光線に直通する列車というのがたくさん転線するということなので、じゃあその様子をこのホームから撮影したいと思います。8両固定の1番系というのもなかなか最近珍しいですよね。確かにポイントが右に向いていますね。じゃあ発車してどうやって動いていくか、そのグネグネ具合を確かめたいと思います。さあどういう感じ。うねっているね。結構いい感じだな。このホームからでもそのうねうね具合がよくわかるという感じですね。ですがね、この付近にある踏切から見た方がそのうねうね具合というのがよくわかるということなんで、じゃあ続いて踏切に移動してこの発車する列車を撮影したいと思います。東武動物公園駅から歩いて5分ぐらいのところにある踏切に来ました。でここの踏切から見る、点線の様子が結構面白いということなんですね。右側にあるのがこれが東武動物公園駅で、反対側にあるのが、これ東武動物公園止まりの列車が入る留置線と、あとはこの左側ですね。左側が石崎線で右側が日光線ということになっています。今ちょうど石崎線の列車が来ましたね。でちょっと撮影していきたいと思います。と思ったらいい感じにスペーシャーも来てくれましたね。スペーシャーは日光線の特急で普通列車が石崎線の普通列車という感じです。今ちょうど日光線に入る特急スペーシャーが来ましたね。この4番線から入る、日光線への直通列車というのが転線が結構激しいということなので、じゃあこのスペーシャーも結構転線をするというわけですね。その様子を撮影しましょう。と思ったら1万3000系が先に来ましたね。どうなるんだ。1万3000系がこれは東武動物公園止まりの列車なのかなということで、一回転線して、東武動物公園って書いてあるんだ。でそこからじゃあ一回留置線に行くという感じですね。グネグネしてる。超グネグネしてる。面白い。これ見てくださいよ、これよ、これ車両が波打ってますよ。転線するときこんななんだ。いや、外から見ると実に面白いですね。でそれに続くように、スペーシャーが発車しましたね。東武動物公園で停車していたんですね、この車両。これはまたすごいグネグネ転線して、日光線に入るという感じです。
うわ、実にダイヤがうまく組まれていますね。開いたと思ったらその3秒後にまた閉まりましたね。いや、ここもなかなかの数の踏切だな。しかも両方来るし、鉄オタ的には面白いんですけどね。中央林間行きの急行列車も来ましたね。この5万50キロがそうなんですけど、これも結構波打ってますね。いや、面白い面白い。で、続いて、下りのこれは久喜行きの急行かな。伊勢崎線系統の急行が発車しました。じゃあこの列車もどう転線するか、踏切から移していきたいと思います。これはそんな転線はしないのか。なるほど、ほぼ直進してこっちに来るという感じですね。じゃあ踏切が開いている間にこの踏切内から、配線を見ていきたいと思います。こっちは東武動物公園駅側ですね。こんな感じになっているというわけですね。どうやらこの真ん中に映っているこちらの線、この2線が、留置線に続いている線というわけですね。反対側見てみると、確かに1万3000系が止まっているし、こっちにも留置線になっているというわけですね。で、一番左側のこの線が伊勢崎線の下り線でしたね。で、1万3000系の手前側にこれ怪しげなポイントがありますね。出た、これシングルスリップだわ。こちらのシングルスリップポイントというのは全部で3方向進むことができる結構なハイスペックなポイントになっているというわけですね。このシングルスリップポイントと、あとは4方向に進むことができるダブルスリップポイントについて他の動画で解説しておりますので、よろしければそちらもご覧ください。で、ここの線が、伊勢崎線の上り線になっていて、で両端の2線が日光線になっているというわけです。こんな感じですね。この1万3000系も出てきましたね。東武動物公園駅配る方の配線が面白いというのはよくお分かりいただけたかと思います。じゃあ続いて廃れる方の配線をちょっと紹介させていただきたいんですけど、こんな感じでなんかモニュメントみたいなやつがあるんですよね、これね。このモニュメントをたどると、これ線路自体もこれあるということなんですね。この配線の正体はねちょっと分かんないんですけど、駅前にこんな感じで線路のモニュメントがあります。あとこれ転鉄機とかもあるんですね。ポイントを切り替える機械のことを転鉄機というわけなんですけど、この転鉄機もあります。でこれまっすぐ行くと東武動物公園駅という感じですね。駅前から見るとこんな感じになっています。でこれね辿っていくとなんか公園にぶち当たりまして、その公園にも、配線のモニュメントがありました。公園の方にはなんか駅を模したようなモニュメントもあったので、これまた面白いなという感じですね。続いて5番線側の方を見ていきたいと思います。今ちょうどこれ伊勢崎線の列車が発車したということなんですけど、この5番線の奥に結構ね面白いスポットがあるというわけなんですね。館林行きの列車が行くと、この先にあるのがこんな感じで大量の線路があるというわけなんですね。これ面白くないですか？これ見てみるとぶつ切りになってる線路とかもあるというわけで、なんかあんまり使っていないような感じがするんですよね。でここの正体をちょっとだけ説明すると、昔ここの東武動物公園の、左側というのは杉戸工場という車両の整備場があったということなんですね。東武って2003年まで貨物列車の運行があったんですけど、その貨物列車の電気機関車とか、あとは東
東武熊谷線というのがあったんですが、そこで走っていたキハ2000型とかその辺の整備をここで行っていたという、それの名残になってるわけなんですね。ただ現在だとこの奥に止まっている補選の車両が止まっているぐらいで、ほとんど使われていないというような感じなんですね。で最後に先ほどの点線の様子を車内側から撮影していきたいと思います。で今来たこの南栗橋行きの列車の全面展望で撮影していきましょう。ご乗車ありがとうございます。この電車は南栗橋行きです。次は杉の高野台、杉の高野台です。The next station is 杉の高野台。以上、東武動物公園駅の廃線を見てきたという動画でした。いやー、こんだけ複雑だったっていうのは今回初めて知りましたね。車内側からでも、この複雑な様子というのは、十分に確認することができましたので、東武に乗る機会のある方はぜひこの車内側からでもいいし、さらに機会がある方は寄ってみてみてもいいんじゃないかなという気がしました。でこの動画はここで終わりにしたいと思います。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。